短い会談です。今回は太平洋に浮かぶ日本の島、硫黄島に関するつい最近のお話です。今現在は島全体が自衛隊の基地となっています。さて、これはある大手通信会社にお勤めの方が体験したお話です。その方を仮に宮城さんとしておきます。宮城さんはその硫黄島の自衛隊基地にある通信機器のメンテナンスをするため、硫黄島に行くことになりました。硫黄島は言うまでもなく、第二次大戦中にアメリカ軍との大激戦地となり、日本軍は19,900人近く、アメリカ軍も6,821人が戦死しました。その日本軍兵士の遺骨は未だ島の下に埋まっていて、回収し終わっていないとのことです。それと関係するのかは分かりませんが、硫黄島では不思議な体験をする人が多いそうです。さて、宮城さんと会社の先輩2名、海上自衛隊の隊員の方1名とで自衛隊のヘリで硫黄島に向かったそうです。ヘリコプターの中で先輩2人ともがお札持ってきたよと言って神社の魔除けのお札を見せてくれました。その先輩らは以前にも硫黄島に仕事で行ったことがあり、その時に幽霊を見たということでした。実はその通信会社の硫黄島に行ったことのある者の間では、硫黄島に行くと心霊体験をするというのは有名な話だそうです。ですから宮城さんも先輩だから覚悟しとけよと言われていたのです。ただ宮城さんはもともと幽霊とかあまり信じていなかったので、先輩たちの真剣な様子が少しおかしかったそうです。さて、海事のヘリは無事に硫黄島に到着し、宮城さんは早速基地内の古い通信機器の回収と部品交換を始めました。そして無事に作業は終わりましたが、特段何事も起こらず、幽霊と遭遇することもありませんでした。やっぱり幽霊なんて気のせいだなと宮城さんは思わず笑ってしまいました。すべて滞りなく終わり、ほっとした宮城さんは無事本土に戻ったそうです。そしていつもの生活に戻ってからでした。最初、ふと体に違和感を感じたそうです。仕事をしていても休憩をとっていても何かいまいち本調子ではないのです。それも日を増すごとにその違和感は確実に体の不調に変わっていきました。とにかく体が重く感じ、脱力感がひどかったそうです。そこで病院で診てもらったのですが、どこも異常がありませんでした。ある日、会社の同僚にどこも悪くないのに体調が優れないことを言うと、宮城、お前つい最近硫黄島に行っただろう。霊に取りつかれたんじゃないのかと言われました。宮城さんはまさかバカバカしいと内心思いましたが、同僚の話ではありがちなことだというのでした。でも同僚の話は半信半疑で、特に病気というわけではないので、宮城さんはしばらく無理をしながら仕事をしていました。そんなある日の深夜のことです。宮城さんはアパートの部屋の布団でぐっすり寝ていました。しばらくすると、ふと妙な感覚がして珍しく目が覚めたそうです。そこは自分の部屋でしたが、妙な違和感があり、部屋ごと別の空間にいるようでした。気がつくと目は開いたのですが、宮城さんの体は重く動くことができません。宮城さんはじっと仰向けのまま動けず、目だけが天井を見つめていました。それはまるで天井を見るように何かに仕向けられているようでした。するとそれは夢なのか現実なのか分かりません。真上の天井から突然白い手がスーッと出てきたのでした。宮城さんは恐怖でわーっと叫んでいました。するとその声と同時に天井の手も消えていきました。そして宮城さんの体も解放され、自由になっていました。気がつくとそこはいつもの何もない自分の部屋に戻っていました。
朝になると宮城さんは全身嫌な汗をかいていました。そしてさすがの宮城さんもすぐお祓いに行かなくてはと思ったそうです。なぜならあの同僚が言う通り、おそらく自分が硫黄島から霊を連れて帰ってしまったのだろうと思ったからでした。どこの神社でお祓いをしてもらうか周りに相談したところ、硫黄島の霊だからあの神社しかないだろうということになりました。そこで宮城さんはお祓いをしてもらうところに靖国神社を選んだそうです。そして靖国神社に到着した時、気のせいかすでに少し体が楽になった感じがしました。さらにお祓いをしてもらうと驚くほど体が軽くなり、つきものが取れたのが分かりました。遺骨が硫黄島の地に埋まったままでずっと本土に帰れなかった霊が宮城さんについていき、やっと靖国神社で魂を鎮めてもらい、上に上がっていったのですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。